こんにちは。推し活楽しんでますか？ウイスキのぎこちです。実は私ぎこち、イラストを描く以外に自分の絵柄で消しゴムはんこを作るのが趣味の一つだったりします。以前、推しを6人消しゴムはんこで作りました。元のイラストはデフォルメっぽくしましたね。はんことインクをつけて押したものがこちら。そんな消しゴムはんこ、消しゴムスタンプ好きな私に気になる新商品が出たので、今回皆さんにも共有しようと思います。その名も浮き出る。フルセットだとシャチハタ公式サイトでお値段税込み990円でした。送料別です。届いたのは2024年11月7日。実際開封したのは週末の土日でした。この商品以前モニターアンケートがあったらしく、他の YouTuber さんたちの動画を見て、正式発売をワクワクしながら待っていたものなんですよね。そして、やっと手に入りました。めっちゃ嬉しい。ガンガン使うしかないよね。ということで、先に本日の目次です。まずは、失態。失態ですって？この後詳しくお話しします。次に解決方法を考える。3つ目、浮き出る開封。4、実践。では始めていきたいと思います。まずは失態。早速パッケージを見ていきましょう。シャチハタさんの浮き出る。押して塗って楽しむ。特殊インキでスタンプをした部分だけ水性染料インクが弾いて絵柄が浮き出る商品ですね。絶対的に可愛い。しかしパッケージ後ろに不穏な文字が。クリアスタンプ消しゴムはんこにはご使用できませんの文字を見つけてしまいました。多分購入ページにも注意書きあったろうけど、すっかり見落としてましたね。消しゴムはんこは使えない。なるほど。印面が溶けるとかそんな感じなんでしょうか。消しゴムはんこの切れ端で後で使って一体どうなってしまうのかの実験もしないとですね。こちら消しゴムはんこで試した動画は後半に持ってきたいと思います。そう、ゴム印じゃないとダメ。ゴム印、これは一応100均で買ったゴム印はあるけどオリジナルでもハンコ作りたいということで、まず一歩目から積みましたね。解決方法を考える。これはゴム印どこかで自作イラストでオーダーするか？自作イラストを使ったハンコは前から欲しかったしなと考えながら、めちゃくちゃいろんなサイト見比べました。でも納期があるからすぐには手に入らない。ゴム印どうすれば。ここでハッとします。その昔美大生だった時代に学祭用に版画用のゴム板で動物の版画をたくさん作っていたこと。年賀状もそれで作ってたな。これならゴム製なのは確実かもしれない。そうだ、Amazon であれを探そう。探した結果、当日中に届くことになりました。ありがたや。本当必要なものを配達してくださる方々に感謝です。ということで、届きました。版画版です。でも、もしかしたら、版画版だけど、ちょっとビニールかもしれないので、これはいけるかどうかとりあえず、試してみようかなと思います。でですね、これを彫刻刀で彫っていきます。
彫刻刀は昔から使っているものを使おうと思います。基本、まずは作りたい図案を考えて、トレーシングペーパーに書き写します。それをゴム板の上に乗せて、上からこすって図案を写します。なんですが、今回は左右対称なモチーフなので直接油性ペンで描いちゃってもいいかも。簡単な形でいいので、ちょっとこの版画板の隅っこを切って作ってみようかなと思います。消しゴムはんこはデザインナイフで彫っていく方が多いかと思うんですが、ゴム板は少し硬めなので彫刻刀の方がいいかと思います。さて、ゴム印はこれで完成。浮き出る開封。では、ようやく浮き出るを開封していきます。開けていくと、よいしょ。中には、スタンプパッド。それから、専用補充インキ。そして、専用クリーナーの3つが入っていました。まずはこちらのスタンプパッド。よいしょ。どうやって開けるのかな。開きました。こちらの盤面のサイズは直径 42mm だそうです。そして、専用補充インキ。こちらは 7ml 入っています。白いインクですね。特に結構トロトロしてそうな気がしています。そして最後に専用クリーナー 10ml が入っています。こちらはサラサラとした液体が入っている形となります。で、先ほどのパッケージは保管ケースとしても使えるみたいですね。この白い方のインクをスタンプパッドに含ませてスタンプにつけて紙に押すみたいです。ではまず説明書通り白いインキを専用スタンプパッドに入れていこうかなと思います。取扱説明書はこんな感じで丁寧に入っていました。以下の手順でスタンプパッドにインキを補充してからご使用ください。パッケージから補充用トレイを切り離して平らな面に置いてください。付属の補充インキをキャップを閉めた状態でよく振った後、ホルダーの部分を持ち、上向きにしてゆっくりキャップを開けてください。補充用トレイのインキ池、内側のリングにすり切り1杯分の補充インキを入れてください。スタンプパッドのキャップを外して盤面をそっと下向きにして気化したインクの上にそっと乗せて10分静置してください。インキがすべて吸い上がったら準備完了です。補充トレイ、材料は、PET は初回補充後に不要となりますのでお住まいの地域の条例に従って廃棄してくださいとのことです。ではまずこちらですね。ここに補充トレイって書いてありますね。こんな感じのパッケージの裏のところにありました。これを切り取って使うみたいですね。よいしょ。取れない。取れた。こちらですね。これを使っていくことになりそうです。インクを使うのでちょっと下にクリアファイルケースを敷いている形となっています。まずはパッケージから補充用トレイを切り離して平らな面に置き、補充用インキをキャップを閉めた状態でよく振った後、ホルダー、ここですね。ホルダーの真ん中のここですね。を持った状態で上向きにしてキャップを開けてくださいということで開けました。補充用トレイのインキ池、内側のリング、ここですね。にすり切り1杯分の補充インキを入れるのか。じゃあちょっとやってみようと思います。よいしょ。結構いるな。すり切りって
かなり言えそうな気がするよ。まあちょっとここからは早送りのターンですかね。ちょっと擦り切りいっぱいかは微妙な感じではありますが、このスタンプパッドのキャップを外しまして、ここまあサラサラしてるんですけど、なんかスタンプパッドですね。こちらをこうして盤面にそっと乗せて、これで10分置いてくださいとのことなので置いておこうと思います。さて10分置きました。続いて説明書を読むと、インキがすべて吸い上がったら準備完了ですということなので、ちょっと一旦これを剥がしていこうかな。あ、吸い上がってる。吸い上がってますね。さっき真っ白だった真っ白のインクをこう乗せていたこの浮き出るの補充用トレイ、だいたい吸い上がりましたね。これはいいかも。ではスタンプに白いインクをのせようと思うんですが、今回このセリアで買ったんだっけな、テーブルナンバーやミニカードの作成にミニカードエンボス40シート入り、京和さんの、サイズが 55mm ×90mm ミニカードエンボス40枚、こちらの方でちょっと試してみようかなと思います。きっとエンボスカードだからインクの吸い込みとかどうなのかな、ちょっと試してみたいと思います。で、先ほど作っていたこのちょっと推しの概念的なダイヤ型のちっちゃいゴム板を作ったので、ビニール板を作ったので、これで試してみようと思います。さて、どうつけようか。ちょっと小さく切りすぎた感がありますね。こんな感じかな。これでちょっと白いインクが乗ってる気がするよ。こんな感じで塗ってみたので、中心に押してみようかな。まずね、どうですかね。ちょっとだけ油性ペンの色が残った感じですね。ちょっとこれは失敗の予感がするので、もう1枚作ってみようと思います。で、乾くのに10分程度置いてくださいとのことですね。中心に押す。なんかうっすらダイヤの形見えますかね。これでさらに10分置いていくそうです。消しゴムはんこだとどうなるか実験。さて、めちゃくちゃ小さな消しゴムはんこ、隅っこを適当に作って、これで押すとどうなるか実験してみようと思います。紙はさっき失敗してしまったダイヤのちょっと油性ペン付きのものに隅っこに押していこうと思います。専用クリーナーのご使用方法ということで、付着したインキの掃除、ゴム印の印面を掃除する場合、不要な紙にインクがつかなくなるまでスタンプを繰り返して印面に付着したインキを取り除きます。専用クリーナーを数滴染み込ませた布もしくはティッシュペーパーへゴム印の汚れた印面を軽く垂直に繰り返し当ててきれいにします。専用クリーナーでインキを拭き取った後、さらに水拭きしていただくことをお勧めします。クリーナーがゴム印に残ると印面を傷める可能性がございます。なるほど。よし。ひとまず消しゴムはんこをこう
で、結構すぐに拭いてあげないとダメっぽいですね。ということで、こちらの専用クリーナー使っていこうと思います。ちょっとだけティッシュに含ませ、消しゴムはんこを拭くと。なんか意外といけそうな気がするんですけど、ダメなんですかね。専用クリーナー使ったらめっちゃ落ちる。とってもいい感じですね。綺麗になりました。で、消しゴムはんこ、どうなんですかね。水拭きもということなので、水を含ませたティッシュで盤面を拭いていきます。消しゴムはんこ、どうなんだろうな。ダメなのかな。ちょっと1回2回じゃわからないかもしれない。はい、ではスタンプにインクをのせていきたいと思います。こちらも乾いているので、水性の万年筆インクか水性ペンで色を塗るとスタンプをした部分だけインクがはじくとのことです。今回のインクを取るのに買ってきたのがこちらのセリアで購入したガラススポイトです。こんな感じですね。で、今回使うインクがブルーハムハムコラボインクですね。こちらを使っていきます。若干水を含ませた筆を水彩用の筆ですねで塗ってみます。弾くんじゃない？ちょっとこれ難しいな。若干弾いた。こちらにはいくつか白いスタンプを小さい四角で押してあるので、いい感じでは弾きますね。綿棒でこんな感じで吸い取ってあげれば綺麗にいきそうな気がしています。ちょっとこれリベンジしようかな。はい、ということで10分経ちましたので、こちらのちょっとスタンプを押したもの乾いたと思うので、下よという色で塗っていこうと思います。もしかしたらインク水で薄めない方がいい感じな気がしてきましたね。今までのあれこれをやっていて、こちらを塗っていこうと思います。ちょっとね、斜めから見ると見えるかな。真ん中あたりにちょっとハートのマークの封筒が見えると思います。ちょっとこれインクがもしかしたらちょっと濃かったかもなって感じですね。失敗でした。ちょっと煮詰まりすぎてるかもしれないですね。このインク結構古いんで、そんなこともある。インクは気をつけたいですね。じゃあこっちは再びブルーハムハムのインクを使っていこうと思います。結構いった？これいった？ちょっと消えた。難しいけど可愛くはなるな。ちょっと本当はね、ラブって書いたんですけど L がちょっと潰れちゃいました。二度塗りダメなんですね。なるほど、把握しました。はい、ということでリベンジです。ちょっと思いついたので今度ははがきサイズの水彩紙で試してみたいと思います。さっきまでね、ちょっと100均の紙だったからダメだったのかもしれないと思いまして、これはかなり昔に買ったので多分同じものは売ってないと思うんですけれども、絵手紙用の高級水彩紙でスタンプが使えてインクと水彩紙に適しているものですね。にじみ止めも強めっぽい、こんな感じになってます。これでポストカードサイズということで結構広めなので、いろんなスタンプを押しまくって使ってみようと思います。10分経ったので今回は新しめのフェイスホイールプレスのインクを使っていきます。で、筆も太めのものを使っていこうかなと思います。こちら水彩紙に塗ってみます。どう出るかドキドキしますね。
感じ？もしかして。これ見えてます？ちょっと余分なところを、余分じゃない、残ったところをこう塗りつついいんじゃないですかこれ。なるほどね。もしかして髪が悪かったってことですかね。はい、ということで水彩紙、高級水彩紙ですね、絵手紙用の。こちらはしっかりと弾いてくれました。めっちゃ良くないですか？なんか全部結構絵柄見えますよね。このお花がスタンプちょっと横に寄っちゃったのとか見える。100均の紙じゃなくてちゃんとした、インクに適した水彩紙とかそういうものが良さそうですね。よかった。全部失敗に終わらないでよかった。はい、ではまとめに入ります。さて、シャチハタさんから新発売になった浮き出る徹底レビュー動画いかがだったでしょうか？使い始めて初日、私が使いこなすにはもう少し時間がかかりそうではあるんですが、こんな感じで使いこなせたら最高なアイテムです。今回学習したこととしては、1、白いインキは10分以上乾かす。これはワクワクしてる初心者には若干ハードル高かったですね。ついもう乾いたかなと思って塗って失敗するやつです。で、2、2度塗りはしない。一度塗りで塗りきれなかった部分は諦めた方が良さそうです。再び塗ると弾いてくれない感じだったかもしれない。で、3、なるべく新しいインクで水は混ぜずに塗る。古いインクダメ絶対。4、適当な紙じゃなくて水彩紙を使うととってもいい。これらがうまくできるととっても素敵な作品ができるかなという感じでした。周りに失敗したものたちも置いているんですけれども、そうですね、100均のエンボス紙じゃなくて水彩紙だと違うか。あとは消しゴムはんこ NG と記載がありましたが、消しゴムの切れ端で試したけどそこまでまだ影響は出てない気はしています。でも公式で使えないって書いてあるので、大事に使ってる消しゴムはんこでは使わないのが賢明ですね。なんかすごいこんな感じの切れ端でキラキラっぽく作るとか、簡単に作れて壊れちゃってもいいかなっていう使い捨てそういう感じの使い方をするのであれば、消しゴムスタンプ使えなくはないかなっていう感想でした。難しい。でも最後の最後でね、こんな風にとっても綺麗な浮き出るが作れてよかったです。これね、若干赤いフラッシュっていうんですかね、ラメがキラキラ入るインクなんですよ。すっごい綺麗。よし、よくやった。できました。はい、ということでエンディングです。もしこの動画が良かったよという方は高評価、チャンネル登録してもらえたらとっても嬉しいです。今後もこのようなプリンターでの推し活とか物理的な推し活、例えばシーリングスタンプとか今回のようなハンコのコツ、あとは情報をお届けしていきます。気になる方はぜひチャンネル登録、高評価、ベルマークの登録もお願いいたします。過去の動画もぜひ見てくださいね。このチャンネル意識では私リコチが推しているコンテンツの動画をアップしています。イラスト制作だったりシーリングスタンプだったりドールをめでたり、また現在イラスト制作などのお仕事も募集中です。今表示している QR コードからオーダーページに飛べます。企業様個人様問わずこのサイトからご連絡くださいませ。
何か面白い企画があったら誘ってください。では、またねー。